疲れたか疲れてないかどうでもよくて、多分根本はうまくいってないんだと思うんですよ。そしたら今回なんですけども、仕事で疲れた時の考え方とかを聞ければいいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと僕仕事にもう疲れてしまったんですけど、いいじゃんはっきりちょっとざっくりな質問にはなってしまうんですけど、どうすればいいですか？そうですよね。やめたらいいじゃん、冗談ですけど。でもそれ普通だから別に当たり前だし、別にわざわざ言うことでもなくない。頑張ってんだから疲れるのは当たり前で、いつも会社で言うのは、スポーツとかしててもだって練習疲れるし、例えば野球やってたけど試合も疲れるじゃないですか。別に当たり前のことだから、仕事で疲れましたでみたいな話だと思う。もう一つ言うと、疲れるのは別に当たり前だからいいじゃんでどうしたのっていう話が一つと、二つ目は、いや俺休みの方が疲れるけどねみたいな。だから疲れることが悪いことじゃないっていう、捉え方もそうだけど、だって仕事は毎日してルーティンとしても馴染んでくるけど、休みの方が仕事より疲れるっていうのは、家族ができて子供ができたりすると、子供をどっか連れてるとか相手する方が疲れますよ。慣れないことするし、例えば分かるんですけど、子供のために子供が遊園地行きたいっつったら、休みの日に日曜日とか遊園地行って、でそれ並んでとか、子供があれ行きたいこれ行きたいって引っ張られてとかね、もちろん子供だからいいんだけど、でも休みの日にすげえ疲れたわっていう人は聞かないじゃないですか。でも俺は休みの方が身体的には絶対疲れるでもそれも別にやりたくてっていうかいいんですけど、だからその仕事が疲れたとかっていうのは使い方として逆にやっぱすごく良くないなと思っていて、結局どう思うかっていう話と言葉の力を結構軽視してるなと思ったりするわけですよね。例えばですけど、じゃあそのさっき言った休日の時に、じゃあ彼女とデートします。これもじゃあ彼女がここ行きたいって言ったからとか、例えばディズニーランド行きたいって言ったからディズニーランド一緒に行って、でめちゃくちゃ並んで身体的には絶対疲れてるんですよ。慣れないことするし。だけどその彼女との関係がうまくそれでアップしたりとか、いい思いができたら別に疲れたって言われるじゃないですか、多分ですけど。そんなことを彼女の前で疲れたわとかって私とのデートつまんなかったのみたいに言われちゃうし。でも仕事ではなぜか疲れたっていうことは、そもそも疲れたか疲れてないかどうでもよくて、多分根本はうまくいってないんだと思うんですよ。ゲームとかやっててもうまくいってたらハマっちゃって寝る時間を惜しんでやったりするじゃん。でもこれに疲れたってあんま言わないですよ。うまくいかなくなってみれば、疲れた、マジこれ疲れない。仕事も一緒で、結論も疲れたとかどうでもいいから、うまくいってないだけなんじゃないのと思う。仕事もうまくいってたら全然疲れたとか言わずに熱中してやっちゃったりとか、結果がボンボン出たりとかして、調子いい時は絶対多分そういうネガティブな言動言わないんですよ。だから疲れたってそういうネガティブなことを発しちゃうっていうことは、とにかくうまくいってないんだと。うまくいかせるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えた方がよっぽど自分のためになりますね。うちでも実例がいろいろあって、ダメな視点といい視点のさとかっていうと、使ってる言葉が違うんですよ。ダメな視点の例を言うと、今日も疲れた、現場大変だった、こんなに現場条件が大変でお客様がなんかわけわかんないこと言うし、すごい大変でもう超疲れて嫌だったなっていう人ばっかりの視点は、みんな疲れた自慢争いをするわけですよ。そうするとだんだん業績も悪くなってくるし、空気も悪くなってくるし、人も辞めるしってなるんですね。で全く同じことやっててもいい視点ってどういうことっていうと、もう例えば帰ってきて、うわ今日階段でエレベーターなくて4階だった、超大変だったけどちょっと俺鍛えられた、頑張った、お客さんもすごい無理難題言う人だったけどそれで俺レベルアップできたとか、全く同じこと言ってもこの言葉の力だけでこの視点いい視点なんですよ。みんなもそういう空気になってきてポジティブなことばっかり言うし、そしたら業績も上がってくるんですよ。で採用もできるし辞めないし、でマネジメントの観点から言ってもこっちの方が全然いいですよね。同じ時間使って同じことやってるけど言葉の力だけで根底が変わるっていうのが如実にあるんですよ。でそれをまた個人の話に振り戻すと、だったらネガティブなことを使わない方がいいよっていう僕の中で結論で、自分で仕事が疲れたって言ってるとアウトプットしてるつもりなんだけど、言葉ってやっぱり思考から来て言葉を発するから、でそれはまた自分にインプットされるんですよ。これの悪循環はものすごくやっぱり危険なことで、だからやっぱみんなに考え方を変えた方がいいし、でそれがまだできないんだったら使う言葉を変えた方がいいですよと、いうことをよく言いますよね。だから疲れたら何の得にもなんないし、ネガティブなこと言って自分の気分も下げるし、周りの士気も下げるし、いいことないから。だから使う言葉を
ポジティブに変えた方がいいですと。でそうするとね、否定的な人からはなんだブラック企業か宗教かよとか頭おかしいんじゃないの、社畜だとかって言われますけど、別に良くないと。ブラックだろうが社畜だろうがなんだか言葉はどうでもいいんだと。それで結果が出てうまくいくんだったら別にいいじゃんと。騙されて人生うまくいくんだったら仕事うまくいくんだったら別に騙されるいいんじゃないみたいなって僕は思ってるんで、なるべく頑張ってその言葉の力をちゃんと理解して使う言葉から変えていくっていうことを心がけた方がいいですよね。これ全然精神論で言ってるわけじゃなくて、科学でも一応証明されてるわけですよね。ネガティブな言葉を使う人とポジティブな言葉を発する人のやっぱ仕事の成果とか幸福感とか後でやっぱちょんなんですよ。だから使う言葉をまずは変えていくっていうのをやった方がいいと思いますよね。疲れたって頑張ったらいいじゃないですか。今日頑張った。ちなみにアップルさんはそういうポジティブな社員さんは多いんですか？まあ多いですよ。逆に言うとさっきの話の通り、ポジティブな人の方が成果が出るんですよ。絶対に。だから会社としてやるべきことは、成果を出したいんだったらやっぱポジティブな人を作った方がいいなと思っていて、それの教育とか働きかけとかっていうのはいろいろ試行錯誤やってますね。マネジメントの中ですみませんすみませんって謝る人とかも、たまにいらっしゃると思うんですけど、そこって例えばありがとうって返せばいいと思うんですね。アップルさんで言うとそういう、コミュニケーションの取り方とかでどういう取り組みをされてますか？一つは言葉の言い換えを結構アナログコミュニケーションでやってますよね。それこそだからありがとうって言えばいいのに、すいませんって言う人だったら、すみませんいらないからそれはありがとうでしょとかを細かくやりますし、研修とかでもやっぱりこういう言葉の言い換えとか話す場面もありますし、一つはもう本当地道なんですけど、やっぱりアナログコミュニケーションの中で結構言葉も習慣っていうか癖なんで、どういう言語を使うかっていうのも、それはやっぱ常日頃からそういう言葉が出たら逐一やっぱり言っていくとか、すいませんすいませんってやったら、いいよすいませんじゃないんですよ、ありがとう使おうよ、ありがとうって言ったらこっちの気持ちいいし、すいませんじゃなくてごめんねじゃなくて感謝してるでしょ、そしたらお互い気持ちいいじゃんと、みたいな逐一のそのアナログコミュニケーションと、あと言い方を気をつけて、こっちもそういう言い方を気をつけてっていうのと、また単純に研修とか条例とかそういった場面で言葉の使い方とか表現の仕方とかマネジメント層にもそういう言葉をマネジメント層に使えるように、そういう資料とかでも作って、配ってたりとか、そういう取り組みはしてますよね。ありがとうございます。モンジ社長はいつからこの思考が身についたんですか？起業して3年後ぐらいかな。なんか最初って自分で空気マネジメントできるんですよ。自分さえネガティブなことを使わなければ、なんか周りは自然と、さっきのアナログコミュニケーションじゃないですけど、疲れたじゃねえじゃんみたいな、頑張ったでしょみたいな。でそれを無意識でやってるわけね。でも今度この管理者を作った時に、あれってなったんですよ。いつの間にか疲れた、今日大変だったっていう人が増えて、空気がめちゃめちゃ悪くなるんですよ。何が違うんだって考え出して、でやっぱりそういうふうにネガティブな言葉を使われると自分も辛いんですよ。自分も病んでいくわけですよ。連戦していくと。言葉だと思って、言葉の力がでかいなと思って、それを少しずつ変えていった。今でもやっぱ完璧に変えられてるかっつったら、そうじゃないなと思うところもあるんですけど、先ほども言ったように、いい視点と悪い視点は如実にそこも違うんで、だから、自分で実体験で気づきました。で、やっぱそういう風な言葉を変えていくと、すごく会社が良くなります。で、業績も出ます。で、悪くなった拠点とかチームを見ていくと、やっぱり言葉遣いが悪い、思考が悪いっていうのが如実に起きるので、実証もしながら、自分の中ではそういうことだっていう風に定まっている感じかな。そしたら最後になんですけど、仕事で疲れた時の考え方のまとめをいただいてもいいですか？疲れるのは当たり前だから頑張ったんじゃんと。言葉の言い換えがやっぱ大事だと。で、言葉の力を侮ってはいけないんで、本当は思考から変えれたらいいんですけど、まだ慣れないんだったらこの練習だから、どういう言葉を使うかっていう練習をした方が自分のためになると思います。いいんです。疲れたら頑張った話なんです。ありがとうございます。本日もありがとうございました。アプリではホームページや SNS などいろんなところでさまざまな情報を発信しています。ぜひ興味持たれた方は、ご覧になっていただけて、なんなら一緒に働いてくれるととても嬉しいです。また YouTube チャンネルでは対談、現場の様子、研修イベント等々さまざまな動画もアップしてますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。
します。最後にこの動画もぜひいいねをしていただけたら喜びます。今日もありがとうございました。